こんにちは。気軽にレザークラフトを楽しめるアトリエニュートラポートです。作り方動画150以上、チャンネル登録よろしくお願いします。 YouTube のメンバーシップも行っています。 A クラスにご登録で限定動画が見放題。一緒にレザークラフトを楽しみましょう。さて、今回の動画エキゾチックレザーの続きです。今回はヘビの皮でブレスレット作ってみました。このような形のブレスレット、こちらのチャンネルでも初めてになります。中にはこのような芯が入っています。こちらを皮で挟んで縫い込んだ状態になります。すごく素敵に作ることができました。ぜひこちら一緒に作っていきましょう。今回はヘビ革の切り革を使って作品を作っていこうと思います。今回用意したのはこちら、マット仕上げのヘビの腹割りになります。こちらがね、背中で模様が出ています。ベージュの色でマットなのでとても上品なイメージです。こちらの厚みが 0.4 ととても薄かったので、今回また皮を貼り合わせて作っていきます。型紙は大きさ違いのこちら2枚です。大きい方が外側、小さい方が中側につくように皮をカットしていきます。今回は皮の厚みがちょっと薄めでいきたいと思います。でこちら貼り合わせますので、こちら、0.4 と 1.2 を貼り合わせていきます。でこちらはちょっと薄めの 1.6 ミリのものになります。こちらで取っていきます。そこに来る方、こちら中側ですね。中側に来る方はそのまま皮1枚だけで大丈夫ですので、小さい方の型紙を移してこちらをカットします。そしてこちらブレスレットの上側に来る皮ですが、前回使ったトカゲのような少し張りのある皮でしたら別々にこう取って貼り合わせて大丈夫なんですが、今回かなり薄くて繊細です。なので使う部分をちょっと決めてもらって、真ん中で豪華に作ってもいいんですが、なんかもったいない気もするので、この辺りで作っていこうと思います。ですので柄の出方を確認して少し大きめにカットしておきます。ちょっと見づらいので難しいですが、最低でも5ミリぐらいそれぞれ大きく描いておいてください。カットするのは包丁でも大丈夫ですし、皮のハサミでも大丈夫です。ピンペンで描いた印のところをカットしていきます。薄いのでね、カットはしやすいと思います。裏張りする皮に貼り付けていきます。裏張りする皮はね、結構大きいとやりやすいと思います。ちょっと今回ギリギリですが、もっと大きくね、ちょっと余裕を持ってカットしておいてください。この辺りでいいかなと思いますので固定をしておきます。で少し銀面ですと温度が乗りにくいと思いますので、少しね荒らしをかけておいても大丈夫です。でも塗りづらいと思いますので、こんな感じでボンドを薄く伸ばしてください。動いてしまいますね。ちょっと塗るのが大変かと思います。薄いので引っ張るとかなり伸びてしまいます。半分ずつこのように塗っていくと塗りやすいと思います。裏割りにする方を接着している間に、裏に来る方の皮、短い方の皮をカットしておきます。
角のところはカクカクしてしまったらドレッサーをかけておいてください。こちらも接着ができました。こちらも大きな方の型紙を描いて毛描いて取っていきたいと思います。目打ちだと今回はちょっと印がつけづらいと思いますので、銀ペン1本は持っていると便利かもしれません。しっかり毛描くことができました。銀ペンのインク部分太いので線の内側をカットしていきます。カットすることができました。それではいよいよこちらに取り付けていきます。その前にこちら、今回使う芯はクラフト社さんのブレスレット芯金太の L サイズになります。こちら結構ピカピカツルツルしています。これからボンドをつけていきたいと思いますので、この部分ちょっとだけボンドが乗るように紙やすりなんかでこうやってちょっと傷をつけておきます。傷ついてしまいますが、中に入ってしまって見えなくなってしまうので、少し傷をつけておきます。裏側もできたら裏側もやっておいてください。そして裏側に両面テープを貼っていきます。いつも使っている両面テープ貼ってみたんですが、こんなに細いので3本ぐらい思い切って貼っちゃってください。後ろぎっちり固定したいなと思います。ちょっと貼りづらいですが、これで裏側の皮はここに固定をして脇だけ縫っていこうと思います。こんな感じで、よいしょ。もう1本貼ってください。そして裏側をまずこの両面テープで固定をしていきます。全部剥がしてしまうとこれ調整して貼っていくのが難しくなってしまうので、まず最初に調整をしていきます。入れてみて、よいしょ。結構金具から浮いてしまうので端っこを決めていこうと思います。まだ剥がしていません。まだ剥がさない状態で、よいしょ、合わせてみます。端っこがこのぐらい 3,4 ミリ開くようにしたいので、一度固定をしてぴったり合わせて、浮いているとこの距離が変わってしまうので、すごくぴったり合わせながら、両脇の余っている部分も同じぐらい均等になるように合わせて端っこまで行ってみてください。見てみるとこちら側の方が少し今ね、こちら側に右側に比べて長いので、もう少し調整しようと思います。このぐらい、同じぐらいになりますね。これで決めていきたいと思います。この始まりの部分、こちらの方を取ってこの両面テープを剥がします。皮の真ん中に芯が来るようにして両面テープで固定をしてください。今ね、ここまで貼れてますので、こっち側が固定ができました。あとは両面テープを全部剥がしてしまって大丈夫ですので、芯を固定していきます。こんな感じで裏側固定することができました。それでは表側をどんどん貼っていこうと思います。ちょっとね、難しそうですが、少しずつ貼っていきます。そしてこの角から合わせて貼っていきます。ギュッと押して余分なボンド出てきますので、余分なボンドを出してください。そして今回小さな方のクリップでどんどん接着をしてください。大きいクリップだと曲がっているところに乗せることができません。どんどん順番にボンドを塗って貼り付けてを繰り返していってください。この状態でしばらく接着をしてください。こんな感じで表裏接着ができました。それでは皮のずれている部分をカットしていきます。ちょっとカットしづらいんですが、机の段差も利用し、ずれている部分があればカットをして
ドレッサーでしっかりと2枚のコバを合わせていきます。ぐるりとコバを整えることができました。ここねちょっと難しいですが綺麗に整えてください。そしたら本来水で少し湿らしてこの中の金具のシルエット少しねこんな感じで出してあげると縫いやすくなってくるんですが、今回このヘビ側に裏張りをしてますのでこんな感じで優しく水につけなくていいです。水につけるとさっきボンドで貼ったとこ、今ボンドで貼ったとこね取れてしまうので、うっすらとここまで金具があるなっていうのが分かると大丈夫です。そこまで、穴を開ける時に注意して穴を開けていきます。それでは 3mm の線をディバイダーで引いていきます。ぐるりと一周です。ただヘビ側ねちょっと見づらくなりますのでしっかり引いていってください。ぐるりと線を引いてください。こちらから穴を開けていくの難しくなってくると思います。こういった、角からはみ出たところで、この状態で開けてしまって大丈夫です。3mm の線確認しながら穴をどんどん開けていきます。今回は2本までしかね開けられないと思いますので2本まで穴を開けてください。確認しながらちょっとずつ開けていってください。なかなか開けるのは大変でしたがぐるりと穴が開きました。それでは縫っていきます。ブレスレットねこちらが表として使うと思いますのでこちらが始まりと終わりをこちら側にしてください。穴が開けきれなかったところもあるかと思います。丸くてカーブが効いていて穴が開けづらかったところは目打ちを刺して印だけつけて目打ちで穴を開けてください。1目目はいつも通り縫い戻して二重にします。もう穴が開いてしまえばここからはいつも通りの作業の工程になります。ぐるりと縫うのを楽しんでいってください。最後までぐるりと縫ってきました。縫ってきたら縫い止まり2目縫い戻します。表だけ裏にもう1目縫って裏で糸を切って焼き止めてください。縫い終わったら糸に引っ張られて断面が少しなみなみするのでもう一度しっかりドレッサーをかけていきます。そしてへり落としをしていくんですがへり側とても柔らかくて薄いので一度トコノールで固めてからにしましょう。無理やりへり落としもしなくて大丈夫です。紙やすりで落とす程度でも表側は大丈夫です。結構薄いのですごく難しいと思います。チャレンジしてみるのもいいかなと思ってちょっと一回試してみようと思います。直角になるように固めます。その後表側もへり落としをかけてみてください。結構やっぱりへり落とししづらいと思うので紙やすりで上から下にこのように整える形でも大丈夫です。裏側は違う革を使っていると思いますのでそのままでもへり落とししやすいと思います。動かしながら裏側はへり落としをかけてください。両側できましたら磨きをかけてください。こんな感じでブレスレット完成しました。いかがでしたでしょうか。少し穴を開けるのが難しかったかなと思いますが、
いろいろ経験を積んでレザークラフトいろいろ作れるようになると思います。通常の牛革でも作ることができますので、いろいろ試してみてください。それではまた別の動画でお会いしましょう。さよなら。